まず初めてのその審査っていうことでかなりドキドキ、あとはいろんな期待感ですよね。どんな作品が来るんだろうっていうのがすごい楽しみで、100位トップ100位の作品見させてもらったんですけど、パッと見た時にこれは難しいなっていうのがもう第一印象で、ここからまず10位をどうやって選ぼうっていうところがもう本当に難しかったですね。それはやっぱり全ての作品に対してやっぱりかなり力が入っている作品が多かった、っていうのが一番ですね。私は審査するのが4回目になるかと思うんですけども、毎回レベルが上がっていて、今年も本当に100作品見た時には、本間さんと同じようにちょっと順位つけるのにどんくらい時間かかるかな、すごく大変な作業になるなっていうふうには思いました。でその中でもその個性的な作品とか、新しい試みがある作品は見逃さないように、なるべく時間かけて審査しようと、そんなふうに思いました。これ10位以内にまず選んだわけですけども、その作品のスタイルとしては、おそらくこの太古の巨木っていうことは、太古っていうところから想像すると、水中林とも取れるかなと、カルデラ湖みたいな、沈んでしまった湖なのかな、林なのかなっていうふうに思った。それで水中感としては、抜群に表現できてるなと思ったのと、その個性っていう意味だと、さっきも言ったように前からあるスタイルだから、そこまで強く感じるものはなかったかもしれない。でもつぶさに10位以内の作品って得点つけていく中で、本当に下げるポイントがない、どの、項目も高水準で、気がついたらその10作品の中でちょっとずつ上に上がっていって、最後1位にした時にすごい腑に落ちたっていうか、これなら自分のベストとして押せるなっていう自信がついた。好みもあるだろうけども、自分はそんな風に思いました。この水拳の一番山口さんが好きな場所ってどこですか？連々と続いてるっていうのが、どんどん奥に行ってますよね、こっちとか。そうですよね。この感じはいいですよね。空気感出すとか、そういうこの影の作り方ですよね。なんかテクニカルなことじゃなくて、なんていうのかな、自然っぽさがすごく出てると思って、あとはこういった野趣あふれるレイアウトなんだけど、荒々しいというか、ワイルド、こっちがクリーン、対比がすごく綺麗だなっていうふうに思いました。そうですね。そうですね、なんかね、見てるとね、じわじわいいなと思えるような作品だったかな。そうですね。自然なんですよね。破綻がないっていうか。そうですね。私が選んだベストアクアリウムはこちらですね。まずいくつか10作品選んだ中で、他の作品もいいなと思いながらも、これをベストに選んだっていうのは、一番のポイントはまずタイトルにあるストーミングっていうところですね。ストーミングって嵐ですけども、パッと見た時にまず水面の揺らぎがあって、奥の方から魚が手前に逃げてきてるような感じに感じるんですね。でタイトル見た時にストーミングって書いてあるから、要は水の上の嵐を思い起こさせて、そこから魚たちが逃げてきてるように感じたんですよ。なんでこの水景とタイトルとマッチして、その情景が現れたっていうのはこれだけだったんですね、作品として。そこが一番私心動かされて、これがベストだなって思ったんですよね。
やっぱり作品だけじゃなくてタイトルもすごい重要なんですよね。そうなのなんですよね。でそこはすごくこれからの作品作る方にタイトルも吟味してそれがポイントにもなってくるっていうのを考えてほしいなっていうふうに見てる人が思いました。作品見た意味を求めた時に、タイトルにヒントがあったりする。そうですね。直接的じゃなくて、ヒントがあったら、気づきになって、そうですね。そう感動が大きくなるんですよ。あと最近のやっぱりその水面の作り込みってすごくうまくて、だいたい綺麗なものが多いんですけど、今回はこれちょっと暗いんですよね。いやこれやっぱ雨雲、その作り方もすごいなって。上からそうなんですよ。それも感じさず。これどうなってんですかね。黒っぽくしてどうなってんですか。だいたい波紋みたいに水門みたいにする方多いんですけど、これはちょっとなんか雨が降ってるようなちょっと強めの風を意識させるなっていうのは思ったんですよね。ポツ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 当たって、嵐が来るぞっていう感じしますもんね。どうですか。サインはね、割と近年オーソドックスなスタイルかもしれない。大きい流木を、平行に並べるような感じで、巨大な感じを演出しますよね。でこういう、僕勝手にハンギングとか呼んでるんだけど、ニューラージだと思うんだけど、普及してからこの映画ね、もう垂直な線が強調されるレイアウトが水草で、よりなんていうの目立つようになって、そういった意味じゃ本当今時の流行りというか、テクニック盛り込んだいい作品だなっていうふうには思いました。そうですね。私も構図としては最近よくあるタイプの構図ではあるんですけども、奥行きの作り方が素晴らしいなっていうのと、あとその有形層を使ってるんですけど、表にはあまり見えないんですけど、水面でここ見せてる、淡い意識される、反射して、表には見えないけど反射で見せてるっていうのは、テクニックとしてはすごいなっていうふうに感じました。そうですね。なんか荒々しさの中にもね、そうですね、ちょっと柔らかい感じが出てますけど、うまいですよね。うまいですよね。これどういった情景なんだろうな。結構2位の作品と構図的に似てる感じではあるんですけど、作り方は、魚の位置もやっぱりこの辺に来ると目立たなくなるから、この影の部分に入れてるっていう、計算だと思うんですけど、それもすごいなっていう。こっちの方に空白があるから、動き出すっていう感じはよく出てますよね。そうですね。多分もう制作してる時にも魚はここに入れようって多分決めてたから黒くしてると思うんですね。これ魚の選択はどうですか。なんだろう。これね、ハーフオレンジレインボーなんですけど、多分バルーンタイプじゃないかなっていう、ちょっと体型が違いますよね。体型違いますよね。少しなんか馴染んでませんか。そんなことないですか。いや、いいと思います。色的にただそのバルーンを使ったところを知りたいですけどね。なんかあえてなぜ使ったのかっていうのはなんか知りたいなっていうのは聞いてみたいですよね。なるほど。これも最近の感じですかね。でっかいものを前で暗く見せて、後ろを明るくしてとか。そうですね。ちょっと中央に向けて落ち込んでくるような岩の置き方が面白いのかな。いや、多分この石は多分一つの石じゃないんだろうなっていうのは思うんですけど、多分いろいろ貼り付けて作られてるのかなっていう。接着剤とかね。ですかね。ただ作り込みの仕方としてやっぱりこの上にある石っていうのが層になってるじゃないですか。でその層の石が下に落ちてるから、多分下の石も平たい石にしてるんでしょうけど、そこもストーリー性というか、上の石が時間が経ってきた時に崩れて、それが下に落ちてるっていうところも多分考えられて作られてるのかなって。
なんか地殻変動みたいなことうん、それもあるんでしょうね。これ私ちょっと見たときに、あ、この人すごいなっていうのはまず一番最初に感じましたね。まあ王道のネイチャーアクアリウムスタイルがよくあると思うんですけど、あれのさらに上を行ってる作品だと思うんですよね。それは新しさがあるってことですか？そうですね。どんなとこ具体的に？まずね、流木のね置き方と、あとはその奥行きの作り方ですよね。これ僕もこれ上位に押したと思う。ここでね、なんかドラマを感じるんですよね。僕はこの穴なんかアピストとか入ってきそうだなとか結局魚飼う人って水槽でこうドラマ見たいから土壌が出てくるかなとか、ちょっと幼稚かもしれないけど、案外そんなところで目を引かれる、好ましいと思うポイントだった、構図とか難しいこと抜きにして、結構そういうところで高得点っていうか好印象に感じる人って審査員も多いんじゃないかなと思うんですよ、みんな魚好きな人だから。これね、自分も面白いと思ったのは2段ぐらいでね、こう奥行き感出すこう仕掛けがこう、上にもある、そうですね、下にもあるっていうのがすごく面白かったし、ここの光当ててるのって、この奥の方ですよね。そうですね。テクニカルで、そうですね。なんていうのかな、全体の印象を作るためにすごく細かいテクニックが対応されていて、さすが上位作品だなっていうふうに思った次第。この化粧図の手前のところの作り込みとかも細かくて綺麗ですよね。あとは私思ったのは、ここのやっぱ水面のことすごく多分意識してて、この後ろの有形層の黄色みっていうのを上に当てて、そこまで計算されてるんだろうなっていう。意外といろんなことやってるんですよね。ここほら、こうそうですね。根を根っこみたいなのを表現したりとかって、いろんなことやってるなっていうのが、作り込みがもう細かいなっていう。細かいですよね。今年のコンテスト終わって審査終わりましたけど、来年また今もう準備されてる方も多いと思います。どんなことに期待されますか？やっぱりそのなんだろう、今までのねコンテストの積み重ねがあって、芸術だから文脈っていうのかな、歴史があって重ねていく、だからそれは過去をなぞっていくってこともあるし、なぞったものがそのまま作品に出ちゃうこともあるかもしれない。でも多分私とかが期待してるのってやっぱり本当の驚きとか、こんな手法があったんだっていうことで、テクニック組み合わせてこう見せようっていうよりは、なんかその人のこう気持ちとか表現したいものそのものを見たい、なんだろうな、やっぱり芸術と僕は思ってるから、作り込んだ作品っていうのもいいんだろうけども、そのどういうものが人の心を揺さぶるか、もしくは人の心とか関係なく自分はどう表現したいんだっていう、そのエネルギー感じるような作品をとにかく見たい、やっぱ審査しててそこいつも思うとこですか。そういう作品であるすごく嬉しいし、審査やらせてもらって本当良かったなと思える。どうですか？はい、そうですね。私も、ADA の一クリエイターとして、制作してるんですけど、作品作るのってやっぱりすごいパワー使いますし、皆さんすごい大変な思いして作ってるっていうのが、作品見るとやっぱ感じますよね。で、その上でその上でやはりやっぱり審査する重さっていうのはものすごく感じますし、ただ作品見た時にそのストーリー性だったり、先ほどのタイトルとかを見て広がる世界、ああいうのをすごくやっぱり私も見たいですし、見たいですね。それを相手に写真だけで審査員、世界中の人に伝えられる
まあ、そういう場所であってほしいなって思いますね。そうテクニックの博覧会みたいになるのってちょっと自分は違うと思ってるんですね。まあ、それはいいことなんだけど、じゃあそれで何したいのかとか、何表現したいのかっていうのが伝わってくるものに出会えると、やっぱり自然とこう順位をね、そうですね、上げざるを得ないっていうか、これは上位になっちゃうよなって気持ちになりますよね。そうですね。